Galaxy S25 ウルトラ 256GB、SC52F の実機レビューをしてみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。これは今使用しているスマホ Galaxy A52G、SC53B で2021年から使って3年7ヶ月が経ちます。お返しプログラムでしたが返さずに買い取りした形です。返さなかったのはモデルにスペックの進化があまりなかったのです。スペックをピンクで着色しました。この機種では徐々に動作遅延が発生するようになりました。おそらくメモリ不足だと思っています。そうなると動画編集は作業しづらいのです。そこで動作遅延解消のため春モデルをターゲットに検討を始めました。スマートフォンを4機種選んで1機種に絞り込みます。条件は3点です。1、プロダクトメーカーは変えない。2、画面をもう少し大きくする。3、メモリとストレージ容量を大きくする。これらの条件で機種選定を開始しました。それでは引き続き動画をご視聴ください。旧機種の状態。実装メモリは 6GB ですが設定の RAM プラスでストレージ内に仮想メモリ 4GB を設けています。仮想メモリですから実装メモリを増やす手法にはかなわないです。6GB プラス 4GB ですがこの状態でも他のアプリの使用状態によって利用可能メモリはこのように表示されます。私はデータ保存先を外部メモリ 512GB、実質 476GB の方にしてストレージ容量を確保しています。ストレージに空き容量がないと仮想メモリを圧迫するからです。ストレージは全 107GB のうち 57.7GB、53.9% の使用率です。外部メモリは全 476GB のうち 226GB、47.4% の使用率です。新機種の検討。この表は候補機種を一覧にしたものです。機種変を予定している方は参考にどうぞ。 A55G、SC53E の場合今使用中の機種に近いのがこの機種です。バッテリー容量や CPU の能力、メモリも少しずつ増えていますがストレージ容量は変わらず 128GB です。私的には確かに能力は大きくなったが結果として作業の遅延を解消できるような気がしませんでした。メーカーの専門部署に聞いたら私の遅延症状を見られないのでわからないとの標準回答でした。やっぱりダメだったということは幾度もあるのでこれで OK かもしれないが断念することにします。ストレージが 256GB ならこの機種にしていました。 S25-256GB、SC51F の場合この機種はコンパクトをコンセプトにしています。メモリとストレージ容量や CPU 能力は倍ですが画面が今の 6.5 から 6.2 インチにダウンします。今でも編集作業は特に小さいモザイクで苦労しているのでこの機種も断念です。画面サイズは今の機種より大きくしたいのです。 S24 ウルトラ 256GB、SC52E の場合画面サイズとストレージ容量で絞り込むと S24 か25の 256GB ウルトラ
2機種の選択しかなくなりました。 SC51F とこの2機種はストレージ容量が大きいので外部メモリースロットがなくなっていて注意です。この機種は S25 と比べると角があって側面は R がついています。メモリやストレージ容量、 CPU のスペックは全く問題ありません。今保有の製品が S24 ウルトラなら機種変更なしですが A52 と比べれば S25 の方がよく見えてしまいます。 S25 ウルトラ 256GB SC52F の場合、 S24 と比べると S25 ウルトラは角や R がなくなって画面が 0.1 インチ大きくなっても 15g も軽量になっています。カメラや CPU も能力が上がっています。Sペンの機能が変わっていますが私には影響がありません。結局スペックの良いものは値段も高いですがこの機種にするしかないようです。 S25 の梱包開封と外観、オンラインショップから商品が届きました。シンプルなパッケージです。注文品に間違いありません。今日2月14日は発売日ですが発送は昨日の日付です。内容物は本体のほかこれだけ、ほとんどチラシです。さあ本体を開封しましょう。プルタブがついていますがカッターを使います。はじめまして。チタニウムシルバーブルーなのですがブルーのイメージはなくシルバーですね。あとはこの箱だけです。付属品はサッシとケーブルとシムピンです。S25 ウルトラ 256GB SC52F 実機レビュー。さて本体を見てみましょう。重さ 218g は思ったより重くないです。これが R です。 A52 は 7mm の R でしたがこれは 5mmR です。このように小さい R の方が私は好きです。側面のフラット感です。ボタン配列は変わりないです。上部マイク、中央側と通気口が見えます。画面にはマイク、スピーカー、SIM カードトレイ、USB-C 端子、S ペンが並んでいます。S ペンを見てみましょう。初めて持ちますが割と小さいですね。180度回転させても入りますね。フェリカのタッチ位置が書いてありました。これは裏カバーと電池の注意書きです。
保護シートを剥いで画面を見てみましょう。前評判通り反射は少ないです。サイズは 6.9 インチ 162.8×77.6×8.2 ミリです。カメラは黒でスリットが入ったリングです。新旧機種のベンチマークテスト。それでは 3D マークでベンチマークをスタートします。スタート。S25 は早くも画面が切り替わりました。A52 はすでに7秒ほど遅れています。 CPU は同じスナップドラゴンでオクタコアですが、動作周波数が倍を超えています。これが実力なのですね。スタートは私の指なので、そこで1秒くらい違っているかもしれません。この辺りで中間ですが、だいぶ水が空いています。よく考えれば S25 は今のところ基準ソフトしか入っていないので、その分 A52 は不利ですね。A52 の編集を動画でお見せするまでもないでしょう。あと10秒ほどで終わります。S25 が7秒14で終わりましたが、スケールアウトして測れないと言っています。A52 が15秒06で終わってスコアは1112でしたが、両者の数値比較はできませんでした。カメラ撮影。公園の風景1倍です。5倍です。10倍です。30倍です。100倍です。1倍です。5倍です。10倍です。20倍です。1倍に戻します。続いてナイトモードもご覧ください。ナイトモード1倍です。ナイトモード5倍です。ナイトモード10倍です。別アングル1倍です。別アングル5倍です。別アングル5倍です。別アングル10倍です。30倍です。能力を十分に伝えるため月を撮影したかったのですが、天気と月の具合で次回以降とさせてください。終わりに。時間をかけてここまで来ました。アプリは引き続き各々でパスワードや動作を確認します。外部メモリがないのでデータ移動もよく考えて行います。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。